ほい、どうもこんです。ということで、今回はこちらのボロスエネルギーを紹介したいと思います。今回はモダンおよびタイムレスのデッキですね。こちらのデッキですが、6月18日の MO チャレンジにおいて、9勝1敗で見事優勝を果たしたリストになっています。昨日行われたハレルヤのモダン最強決定戦においても、3人がこのアーキタイプでトップ8に入賞していて、今最も熱いアーキタイプとなっています。エネルギーシナジーのデッキなのですが、大半が新カードということで、1枚ずつ説明していきたいと思います。まず1マナの魂の導き手ですね。場に当たった時はただの1、2なのですが、クリーチャーが出るたびにエネルギーを得ることができ、さらにアタック時にエネルギーを3つ使うことで、クリーチャー1体にプラ1プラ1カウンターを2つ、さらに飛行カウンターも乗せることができるカードになっています。エネルギーを貯める必要はあるのですが、生き残ると全ての生物が巨大化かつ飛行化していくので、1マナ機としてはかなり強力なクリーチャーになっていますね。朝には2マナで1、2と2、1を出すことができ、導き手でエネルギーを2つ貯められるのも強いのですが、猫が死ぬと強力なプレインズウォーカーに変身できるので、相手は地上生物でアタックすることができなくなり、まずは朝に本体を除去する必要があるパワーカードになっています。2マナ瞬足生物のフリアもかなり強力で、アタック時に自身以外を何でもブリンクすることができるので、朝には鏡割りのグーワーをブリンクしてトークンを増やしたり、相手のブロッカーをブリンクして殴りやすくしたりと、デッキにかなりマッチした1枚ですね。色めき立つ毛竜はすでに様々なデッキで活躍していますが、2-1先制攻撃を出しながらデッキトップから土地でないカードを何でも唱えることができるので、単純に3マナから5マナ相当の働きをすることができ、2マナとしてはかなり強力なカードになっています。そして現在絶賛値上がり中のフレージですが、3マナで3点ドレインをどこにでも飛ばすことができ、さらに脱出で6-6を出しながら3点ドレインができるということで、アグロにありがちな息切れを1枚で解決してくれますね。当然ながらコントロールで使っても強いということで、現在ゼスカイコントロールでもフィニッシャーとして採用されています。さらに1マナエンチャントの性能がかなり強力で、わずか1マナで土地以外なら何でも追放することができ、毎ターンエネルギーを支払う必要はあるのですが、単純にマナ効率で言えば過去最強レベルの追放除去となっています。そしてサイドボードもかなり特徴的で、現在サンダーザンクションから魔導士封じのトカゲが3枚も採用されていて、クリーチャーでない呪文を唱えるためにどんどんとダメージを飛ばせるということで、現在ストーム対策としてモダンでサイドの定番になっていますね。また、ほぼ使われることがなかった過酷な指導者ですが、クリーチャーの能力起動のために2点を飛ばすことができ、現在、ナドゥ対策として採用されることが多くなったカードになっています。はい。ということで、メインに関してはね、アリーナのタイムレスでもそのまま回すことができるデッキなのですが、さすがにメタが近いすぎるということで、今回は MO リーグで収録しています。こちらの動き自体はアリーナとほぼ同じなので、どんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。さあ、ということでやっていきましょう。こちら、先手ですね。土地2枚あって、導き手、アザニとあるので、キープして OK なハンドかなと。基本的には1ターン目に、導き手か、ラガバンを出していきたいデッキですね。ということで、まずは、ショックインからの、導き手を出していきましょう。で、2ターン目にアザニを出すことによって、クリーチャーが2体出るので、エネルギーをね、2つ貯めていくことができますね。で、霊気拠点経由だと、2ターン目に3つエネルギーを貯めることができるので、2ターン目には3、4飛行で、殴っていくことが、できる場面もありますね。さあ、相手、1ターン目のアクションはなし。霊気拠点引きましたね。これは、3つエネルギーを貯めることができるので、相手が除去を持っていなければ、3、4飛行で殴っていくことができますね。さあ、相手、ここで、悩んできているので、プッシュを持っている可能性はあるかなと。はい。さあ、致命的な非通しで、導き手は除去られていく。相手、沼からスタートということで、割と、デッキは絞られてはいきますね。はい。黒タン、ネクロですかね、これは。除去がね、かなり豊富に入ってて、で、ライフゲイン手段がかなり多いデッキということで、ボロスエネルギー的にはちょっとやりづらい、相手ではありますね。さあ、ということで、まずは、フルパンしていきましょう。さあ、まずは3点アタック。さあ、ここは、多くの弓使い。弓使いで、朝に本体を、おそらく相打ちしていくっていう感じですかね。1点与えて、1対1対ブロックでどっちとも、対処することはできますね。
まあこのターングーは出していきたいんで、まあ多くの弓使い本体も相打ちにね、使ってくれると、どっちかというとありがたいですが、はい。まあここは、どっちとも、クリーチャーを相打ちさせていくと。さて、まあ能力自体はね、誘発するんですが、まあアザリが、死んでいるため、ということで、とりあえず、グーワを出していきましょう。まあまずはフェッチから、まあショックランドを持ってきましょう。一応その、白白赤赤が必要なデッキということで、まあどっちとも、ダバシンを出せるように土地を持ってくる必要がありますね。さあ相手、ネクロを持っているかどうか。さあ動いてくる。ネクロドミナンス。これがね、強いんですよね。まあ手札の上限が5枚にはなっていくんですが、まあ相手は大量に、カードドローして、まあライフゲインできる除去とかを、まあ探してくるはずですね。お、すごいな。8枚引いてきましたね。8点ライフルーズで、手札が今12枚になってるんで、まあただディスカードが7枚、発生していきますね。まあそれだけライフを削ってでも、まあ対策カードを引いていった方が強いんで、まあだいぶ豪快にね、引いていきましたね。さあ7枚ディスカードの、ただ、黒行進と、悲嘆捨ててますね。なるほど。さて、まだトークン殴れるんで、土地はルーティングしていきましょう。さあ、ショックランド捨てまして、お、いいですね。まあ、土地ではあるんですけど、これから出した赤マナを使ってクリーチャーを出すと、まあ、そのクリーチャーが速攻を持つっていうカードですね。まあ、ということで、このターンは、まあ一応1点しか増えないんですが、アザリを速攻で出して、でまあ不安定な5歩まで出していきましょう。さあ、クリーチャー出まして、で、このターン、まあ第1メインで5歩をキャストしていきましょう。まあフレーズはね、ハンデスで抜かれても全然大丈夫なんで、さあ3点を入れて、残り9点まで。まあただ相手黒行進を捨ててるんで、まあ多分、まあ手札にまだ黒行進は持ってるっていう形ではあるとは思います。さあ5歩起動で5歩がめくれていく。なるほど。さあ相手アーボーグから動いてくる。それはまずいですね。シェオルはちょっと、ネクロで大量ドローできるんですけど、カード1枚引くために、1点ゲインできるんで、ちょっとこれは対処できないとかなり、きつくなっていきますね。さあ、ネクロで、4枚かな ?4 枚引いていきましたね。まあ一応ライフルーズが先なんですけど、こんな感じでどんどんとライフを回復されていくと。シェオルはちょっと除去れないとかなり厳しいですね。まあただこっちも結構、シェオルを除けれる除去はね入ってるデッキなんで、まあ探していきましょう。さて、グーワは強いんですが、今欲しいのはグーワではないですね。さあ、グーワひっくり返っていきますが、まあシェオルを対処できるわけではなく、まあ一旦5歩キャストしますか。さあ5歩キャストで、さらにエネルギーを2つ得て、で除去を探しに行きましょう。まあ聖楼なんかがめくれるのが一番強いですね。さあ、ラガバン。ラガバンはちょっとこの状況だと何もしないですね。まあとりあえず、パワーには殴っていきましょう。相手がワンチャンブロックしてくれたら、フレージでセオルを倒すことができますね。まあ、相手まだライフ余裕あるんで、多分ブロックはしないとは思いますが、ブロックしてくれるとありがたいが、そのまま解決。いいですね。さあ、これはなんとか、セオルを倒すことができるので、まあまあ、まだワンチャンはありますね。さあ、フレーズキャストから3点をセオルに飛ばしていく。で、これ脱出もね、することができるんで、
おそらく脱出まで行ったら、だいたいいけそうな気はしますね。さあ、残りライフは10点。まあ、セオル2号機を手札に持っていなければいいんですが、どうでしょう。ソリンも嫌ですが、3点原因でひっくり返っていきますね。さあ、まずはプッシュ。で、アザニを落としていく。さあ、さらに、カード2枚追放ということで、これ黒更新ですね。はい。さあ、4点ゲインしながら、グーワを除去。で、ソリンもひっくり返っていく。この除去しながらゲインされるのが、まあ、こっち的にはかなり厳しいですね。相手ソリンで、マイナスで、そのターンゲインした分だけ、どこにでもね、飛ばすことができるんで、さあ、これは厳しいが、プラスしてきましたね。プラスで食物トークン。ただ、フレージが脱出できるので、引いてくる。相手これね、ピッチ除去が手札になければ勝てますね。まあ、栄光の闘技場があるので、フレージ脱出させて、速攻でそのまま、除去使ってくる。11 足りる3、6、12か。足りますね。もう1枚これを持ってない限り、いけますが、どうでしょう。あのタイミングで打ってきたっていうことは、もう1枚持ってる可能性もありますが、まあでも行くしかないですね。相手手札残り4枚。さあ、栄光の闘技場から赤花出しまして、赤赤白白で、フレージを脱出させていく。で、脱出させて場に出た時に3点。で、闘技場で、速攻をつけて殴るので、さらに3点プラス6点。で、12点までいきますね。で、あと5歩も2点分あるか。さあ、もりもりと削れて、さらにプレイヤーに、3点を入れていく。さあ、除去を持っているかどうか。持ってない。GG。これいけたのは熱いですね。さあ、サイドなんですが、まあ、展開の粛清は入れていきそうですね。まあ、黒のパーマネントは何でも、追放できるということで、まあ、ソリンだったり、ドミナンスをね、終わっていくことができますね。で、まあ、摩耗損耗まで入れるかどうかなんですが、まあ、ドミナンスに頼ったデッキではあるんで、一応入れていきますか。で、何を抜くかなんですけど、まあ、個人的にはフィリアをだいたい抜いていってますね。まあ、強い場面ではね、強いんですけど、悩ましいですね。まあ、フィリアと、アザリでいきますか。さあ、1本目勝って2試合目。まあ、これも1ターン目から、ラガバン出していけるので、キープしていきましょう。さあ、ただ、ドローが導き手。これであれば導き手からでもいいですね。導き手を連打することによって、まあ、エネルギーをかなりね、効率強く、得ることができるので、まあ、相手の、クリーチャーに対しても、しっかりと対処していくことができますね。まあ、ただ相手、黒タンのため、まあ、除去はかなり、豊富なデッキではありますね。まあ、除去あるにしても、導き手に打ってほしいかなと。まあ、どっちかというと、ラガバンを守っていきたいですね。さあ、導き手2枚目キャストしていきましょう。まあ、除去があるのであれば、ここで、除去は打ってきそう。悲嘆捨てて、これ黒更新か。X3 で、はい。まあ、除去を打っていく。まあまあ、この交換は全然 OK ですね。まあ、カード2枚使いながら、まあ、1マナクリーチャーを除去っていってるだけだということで、まあ、ただ大胆に、カードを使ってきてるんで、まあ、ハンドに
ネクロドミナンスは持ってそうな感じですね。さあ、ただここはドミナンスは出さず、まあ一旦除去を構えてくるっていう感じですかね。まあとりあえず、フェッチを置きまして、殴っていきましょう。まあ除去があるのであれば、まあとりあえずラガバンに打っていきそうではありますが、さあ能力は誘発していくんですが、まあ現状、エネルギーがないため、さあソウルスパイク、ラガバンを焼いていく。まあ2枚ディスカードして、4点ドレインっていうカードなんですけど、まあコールドスナップにしか、収録されてないカードということで、今確かね、7000円ぐらいする。めちゃくちゃ高いカードですね。さあ、ただこれで相手ハンド残り1枚になっていく。まあ、ネクロドミナンスがあればね、ハンドがいくらでも補充できるということで、最近、使われるようになったカードなんですけど、ただ、さあ、残り1枚。ネクロない。なるほど。まあ、ネクロない状態で、あれ打たれる分には全然 OK ですね。ルーティングしますか。土地は現状いらないかな。ラガバン。これはダッシュさせますか。さあ、ラガバンをダッシュさせていく。で、さらにエネルギーが3つになったので、飛ばせることができますね。さあ、宝物トークン出まして、で、導き手の能力も使っていく。これは本体でいいかな。さあ、7点通って、ラガバンの能力が誘発。シェオル。トップシェオルでしたね。まあ、ただ、3マナしかないため、キャストすることはできずと。さあ、相手、ラスト1枚は何なのか。まあ、除去をしてながら、ソウルスパイク打ってきてますからね。ということで、終了ステップにフィギュアを出していきましょう。まあ一応、グーワをブリンクできる、状態ではありますが、さあ、不安定な5風。さあ、グーはひっくり返ってエネルギーを1個得ていく。まあ、ラガバン、ダッシュしそうですね。さて、さらにエネルギーを得て、エネルギー3つになってからのフルパン。さあ、能力3つ誘発しまして、まあ、ただフィギュアは別に、このターンはいいかな。まあ、単純に、グーワで、コピーモードでね、全然 OK なんで。さあ、さらに飛ばして、残り19点から8点まで削っていくと。さらにラガバンが誘発。プッシュはいらないですね。さあ、ということで、不安定な5歩を出していきましょう。まあ、今、起動する必要はないので、次のターンに、使っていきましょう。さあ、残り8点。まあ、こうなるとね、ドミナンス引いてもかなりきつい状況ですね。相手視点だと。で、まあ、何が出てきても除去はあるし、まあ、ラガバンも脱出できるということで、まあ、かなり有利な状況ですね。さあ、これ投了と。GG。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。